こんにちは、ゆりこです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日はこのスポットでストロボをまず使わずに撮影して普通に自然光で撮って、そしてその後ストロボを入れます。だからこの動画では結局同じスポットで自然光で普通にきっといい写真撮れますよね。いい写真は撮れるけど、すごくかっこいい写真は撮れるけど、そしてすごく綺麗な自然光はここにあります。だから最初は自然光で撮影して、でその後はストロボ入れます。全く同じスポット、同じ場所でほぼ同じ時間帯でどれだけイメージが変わるかをちょっと一緒に見てみましょう。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。さて始めましょう。で少し撮りながら設定を説明したりします。ここにでは行きましょう。OK。 では最初は普通にめっちゃ自然光で撮ります。でこの場所でだいたい綺麗にいい露出になるために顔がね、今シャッタースピードは400分の1、感度は200。もちろん開放で撮ってます。いや笑ったらあかんで。 OK。 ちょっとだけこっちの方向いて OK。 でそして今撮影している時に完全に逆光で撮影しています。太陽が本当に向こう側から来てる。でもそういう風に撮影して、そして被写体もちゃんと映るためには、まず向こうを無視して被写体の露出を合わせます。で被写体の顔に露出を合わせて、そしてなるべく暗い背景を探してます。被写体より暗い背景を探して、で今そういう風に後ろのスポットを決めてます。で結構いい感じになってます。そしてこのスポットですごくいいところが、今太陽がほぼ逆光で来てるんだけど、少し上から来てて、で紙の立体感をすごく綺麗に出してます。紙の立体感が出して、そしてすごく綺麗な金の色になってる紙の端っこが。だからこのスポットを今探してます。そして後で、自然光はこんな感じですね、大体。でホワイトバランスを今メインの光源のホワイトバランスにしてます。つまり太陽の5600、5800ぐらいかな。最高。もうちょっとだけ横の方。とりあえず自然光はこれぐらいにして、今からストロボ入れましょう。ストロボは1灯使ってますね。1灯を今から使います。日清の MG8000 をカクタスの60、60センチグリッド付きのソフトボックスに入れてます。何も ND フィルターとかは使わない。ちょうど今の時間帯では12月6日15時6分。感度200ぐらいでシャッタースピードは200分の1シャッシンクロスピードなので、もう全然余裕。レンディフィルターとかはいらないし、ハイスピードも使う必要がないです。今からストロボを入れて、でまず背景から決めます。背景から決めて、なるべく今ちょっとアンダーの状態にします。で今はシャッタースピードがまた200分の1で、感度が100開放で、そしてストロボのパワーが32分の1です。でこれだけ今イメージ変わりました。結局今はさらに背景をアンダーにして、そしてどれだけアンダーにしても結局モデルさんの顔の露出は自分でストロボでもコントロールしてるので、何をしても大丈夫。背景には。いい感じ。
う一回ちょっと髪伸ばしてこんな感じで、ちょっと笑顔こっちの、イエスイエス、最高。まあまあイメージ違うでしょもうちょっと変えましょう。ちなみにこのポーズで撮るのは普通です。もうちょっとこっちの方に、こっちかな、足ももうちょっとこっちの方がいいかな。そう、それぐらい。そうどうぞ。で、ちなみに今の設定が感度100、シンクロスピード200分の1開放。その設定、私が自分の理想の設定って言います。いつもだいたいこの設定で撮れたら最高です。感度は100にしたら結局ノイズも何もないし、開放はそこも喋らないから。で、シンクロスピードで撮影したり、もう一番クリーンな設定、クリーンで何も考えずにいい、この設定ができたら超嬉しい。ただいつでもその設定ができるわけではない。 OK。 そしてちなみに今もしストロボが光れなければどうなってるかを少し見てみましょう。これぐらい被写体が暗くなってます。でもう一回ストロボ戻して、ちょっとこっちの方向いて、で今からさらに露出下げます。で感度を100から50に下げます。ストロボのパワーを16分の1から8分の1にします。で今これだけさらに背景が暗くなりましたね。最高。でここから背景だけをもう少し自然な状態に戻すためには、結局もうストロボのパワーも何も触らずにシャッタースピードだけ触ります。で今背景をさらに100分の1までに下げました。そして200分の1と100分の1の間にちょっとこっちの方向いて、ちょっとアングルもう一回変えます。で今少しだけ上から撮ります。でこれぐらい上から撮って、結局また背景が少し綺麗なグラデーションでボケます。で今また全く同じ状態、もしストロボを消したらどうなるかをちょっと見てみましょう。で消したらこれぐらい被写体の顔が暗くなります。で今結局ストロボなしでもう一回撮り続けるけど、これぐらいストロボなしで結局写真が使えるためにはまず被写体の顔を明るくしないと、写真は使えないですね。なので今被写体の顔が綺麗に写るために露出を合わせます。そうなると感度を今100で、結局背景が少しオーバーな状態になってるけど、こういう感じだったら普通にこの写真は使える。でももう一回さっきの自分でコントロールしたい、この背景ちょっと暗くしたい、もう一回感度を50まで下げて、結局ストロボ使えばこういう風に綺麗に被写体の方に光を当てます。もう一回見ましょうね。自然光ストロボ、自然光ストロボ、自分でコントロールできます。
だから自然光があれば普通に撮れます。いい写真は全然、普通に撮れるけど、ストロボがあるだけでは撮れる写真の選択肢がすごく増えます。で最後に何枚か撮ってバイバイします。もうちょっと前も、そうそれぐらいで。見てこの光の入り方。まるでバックライト入れたみたいな感じです。 OK。 最後で、今から少しだけ前ボケまで入れて撮影します。で今は前ボケも後ろボケも最高。ちょっとさ、ちょっとライトの方向いて、OK。 これやばいよ。うん。おいおいおい、判決見ないでね。ちょっとライトの方向いて、OK。なのでたまにはこういうふうに少しクリエイティブに考えると、さらに自分の目で見えないいろいろな絵が撮れます。で最後にこの状態で今ストロボ使って撮影してるけど、ここだけも自然光で撮ればどうなるかを少し見てみましょう。ストロボを消して一回ストロボ光ってない状態で撮影して、これだけ被写体暗いですよね今は。なので今感度だけ上げて被写体の露出を戻したらこれぐらい明るくなります。そしてこれぐらい背景が変わります。もう一回見てください。ストロボなし、ストロボあり、ストロボなし。最後OK。 OK。 今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画ではまず自然光とストロボのどれだけいろんなバリエーションが取れるかも少し見れる動画になったんじゃないかなと思います。おい最後にまとめると、ストロボ使わない時に、自然光で撮る時にはまず露出を決めるためには被写体の顔を見て決めてます。そして被写体の顔が暗くなれば結局全体の露出変わるから、そういうふうにコントロールしないといけないけど、ストロボがあれば被写体と背景を全く別のものとして見て撮影してます。すごく自由があります。自由に被写体の露出決めることもできるし、自由に背景の露出決めることができる。極端に言えば背景を真っ暗にして普通に被写体明るくすることも普通にできます。そして何か質問とかがあればぜひ下のコメント欄に入れてくれたら、できれば全部見てるので答えるようにします。そしてこの動画少しでも何か役に立つポイントがあれば、ぜひ下のイエーイボタンを押してくれたら最高に嬉しいです。そしてこれからもこういう動画いっぱいアップするので、ぜひチャンネル登録されてない方は下の赤いボタンあるんで、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。イエーイ、イルコです。イエーイバイバイ。